Hey guys, it's みっちゃん。こんにちは、みっちゃんです。今日紹介する車はですね、みっチャンネルを始める前から、もし YouTube を始めたら紹介したいなと思っていた車が何台かあるんですけども、その中の1台です。ようやく取材できました。今回の車もまたすっごいです。セルシオと同じく12年前から乗られている方で、前の仕様からずっとしてるんですけども、もう本当に今の仕様めちゃめちゃすごいです。投資にもなった車なので、ご存知の方も多いかもしれません。なんとですね、車種はまたみっチャンネル初登場となります。40ソアラです。ソアラもいじるとかっこいい車なんだなっていうのを実感できる1台となっています。それでは VTR の方どうぞ。あつみチャンネル。こちらのソアラのオーナーに登場していただきましょう。どうぞ。あれ、こんにちは。ちょっといやリハではわーみたいな感じだったんですよ。オーナーの高木です。よろしくお願いします。いろいろ聞いていこうと思います。田部井さんがいるよ。皆さんご存知のみっチャンネル。なぜソアラを選ばれたんですか12年ぐらい所有してるんですけど、もともとみっちゃんと同じ30後期を買おうと思ってたんですけど、ある日街中ですれ違ったソアラに一目惚れして、当時ソアラをいじってる人って本当にいなくて、これいじったらすごいかっこいいんじゃないかなって思って買いました。本当に30後期そう、予定だったんです。30後期をしかも12年前って多分一緒ぐらいで、はい、もし買ってたらライバルだったんですよね。そうなんですよ。よかったよかった。共通点が高くて多くて、世代も一緒だし、そうですね、買った時期も一緒だし、一緒なんで、はい、ね、家庭がお医者さんで、私もお医者さんいて、そういう家系とかいろいろ共通点が多いんですよ。これ何回もリメイクされてます。そうですね、リメイクですから本当にもう数えきれないぐらい、1個のイベントに行くのに毎回リメイクしたりとかやってから来てたんで、12年やってるんでリメイクはそうですよね。前の仕様も知ってますけど、どんどん進化されて、今もうやばいです。特に内装が本当すごいですよね。今回プレリメした時に内装はすごいこだわってるんです。はい、それは後で詳しく紹介します。外装から
きました。はいフロントお気に入りポイントはありますか？まずコンセプトなんですけど、はいユーロスポーツ、ヨーロッパの車をイメージして、スポーツカーをイメージして作りました。ハイコースとかそうですね。ユーロ系ですよね。車自体が丸いんで、参考にしたのはポルシェですね。なるほど。はい。2チャンネル、2チャンネル、2チャンネル。ヘッドライト。ヘッドライトは高級感を崩さないためにブラックメッキ、ああ、なるほど。はい、メッキだとすごいこうギョロッと見えたんで、はいはいブラックメッキですごい落ち着いた感じで作ってますで、タイ側にプロジェクターとウインカーは LED を流れる仕様綺麗、なんか高級感のあるブラックメイクですね。はいありがとうございます。あとはフロントで。バンパーなんですけど、これはもうオデッセイ用の車外のバンパーをニコイチしてポルシェの雰囲気を出すような感じで作りました。ボンネットもポルシェの雰囲気でプレスラインを追加して作ってます。すごい。これ鉄板ですか？これは FRP の車外ボンネットを力作りましではスマリーいきます。た。はいめっちゃいい感じに出てますだいぶ出てますね。結構出てますよね。はい、何センチぐらい出てますか？本当は5センチぐらいですかね。もともと19インチだったんですけど20インチに上げて出てる角度を立ち上げたんで割と出てるように見えるようにしてまホイールはす。 SSR の P4 っていうホイールで、 SR かっこいい。リムを黒にしてボディショックとあった感じでスポーティーななるほど。はい、ブレーキでかっ。ブレボですか？はい、ブレーキはブレンボを、はい、入れました。何ポットですか？フロントは6ポット、リアは4ポット。なんかパスパスに見える。そうですね、ローターは380回あるので、すごいこう、だからはい、大きくは見えるかと。大きく見える。はい、こちらの車高はエアソフですか？これは車高調でベルタカップをつけてるので、なるほど。通常車高はこの車高なんですけど、はいちょっとこうどっか段差があるときは車高が5センチぐらい上げれるように、 5センチ上がるんです。はい、なってるんで、割とまあ実用的に乗れるようになってます。なるほど。はい、これ全切りできる。これは全切りできます。お、いいですね。はい、こちらもフェンダーからサイドステープついてますね。一般でフェンダーはワンオフで作ったんですけど、はいこのダクトは現行のレクサス RCDF とか、GSF をモチーフにワンオフで作りました。なるほど。サイドステップは大きなイメージを崩さないように車外の LS 用付きのやつを統一してます。バンパーもニコイチだし、サイドもニコイチだし。はい、結構ニコイチ好きですね。はい、ニコニコです。はい、ニコニコです。はい、やばいから。リアフェンダー。はい。エアベンダーは、エアバー自体は8センチからいい9センチ。ですね。はい。私の大好きなふんわりフェンダーですね。はい、そうです。かっこいいソアラのボディ自体が丸いんで、そうですねそのボディの丸みを生かしたなるほど。丸みのあるフェンダーを作りました。ホイールってフロントの J2 とかフロント 10J、リア 11J で、 10J の 11J。はい、リアはワイドトレッドスペーサーで、なるほどさらに出してるんで、フロントよりはすごい出てると思います。ですよね。これキャンバーはつけてないんですか？キャンバーはフロント8度、リア9度。はい、ちょっともうやりすぎず、ですよね。でも、まあ、スポーティーなんで、少しなるほどキャンバーはつけて、大人っぽくっていうイメージで作りました。そうやらずに笑ってるのかわかんない。もうわかんないですよ。はいリアバンパー。どういうの使おうと思いますか？もともとは、はい、トムスのバンパーなんですけど、ミカエルさんの BMW のこっちして、ここは前紹介されたジョブデザインさんの、お、はい、ジョーさんのだ。ジョーさんとこの LS 用のダクトをこっちしました。マフラーはどちらですか？ケーズビペイさんの、チタンテールをボディが丸いので、はいわざとずらして、あーなるほどボディのラインに合わせたように、合わせてはい、見えないんですけど、前からはいフルで、ステンレスで、おーあ、ステンレス。はい、でスーパーカーとかで用いられるような感じで作ってます。テールも。はい、テールですけど、これは SC430 の後期を使用して、そうなんですね。本来バックランプっていうのがナンバーの下のここについてるんですよ、ナンバー。あー、確かに。バンパー2個1しちゃったんで、はいバックランプがない。あー、なるほど。はい、なのでウインカーのレンズに、バックランプも試食して、流れる仕様で作りました。2チャンネル。はい。作ってるよいね。えいえ。じゃあ次内装行きましょう。はい。ドアからまずすごい。ドアなんですけど、人がやってない、ここにアクリルを入れて、あー、なるほど。
LED を光らせるような見えないんですけど、車はちょっと見え、はいもったいないですね。夜はすごいこう光って見えるんですけど、こう流れて、流れるんですか。はい、うわ、生地って基本的に8対2で生地は分けてるんですけど、白の中でも2種類、ですね。ソファーの生地とかで使われるウェーブ柄の生地と普通の白のレザー面白い。に、茶色のアルカンターラを使ってます。じゃあ生地は3種類ってことですか。はい、こへこにキルティングを入れて、アルカンターラもちょっと人と違う感じでな作ってます。るほど。こちらなぜ白とブラウンを選ばれたんですか。外装がスポーティーなはい。イメージなんで、逆に内装は落ち着いたイメージ。なるほど。はい、白ベースってやっぱかっこいいですよね。そうですね、本当汚れとかすごいこう気になるんですけど、やっぱり見た感じ本当すごいこう変わり映えがあるので、そうですね。シートはデカロですね。はい、白と茶色ではい振り替えてます。全部統一されて、はい茶色で。センターコンソールのところとか、リアに続いて、もうリアシートはがっちり潰してオーディオのそうですね、本当2人乗りになっちゃいます。ですね。すごいですこれ。すごい。なんかコックピットみたいになってる。内装のイメージは本当近未来、車自体すごい古い車なので、そうですね。新しい車のいいところを取り入れて、新しい展開の方いらしてください。すごいこれ。そう純正部分ありますか。充電部分は、エアコンのパネルぐらいに、はい、ですよね。これってワンオフなんですか。はい、ダッシュボードも全然純正とは全然形が違います。純正は本当もうメーターのフードだけなんで、これがセンターコンソールにつながるので、力はダッシュボード作られる。形自体も全然違う形になります。すごい。これ何で作られたの。これはもうMDF、ショップにお任せで。そうです、お店で、はい、すごい。オーダーでダッシュボード一から作っちゃうってなかなかないですよね。こちらハンドルも本来エアバッグのある部分にアクリルでレッカスと光るように。上のとこも光ったりする。そうです、ダッシュボードの上もワンオフで作ってま結構アクリルの場所ありますけど、じゃあ全部そこは夜す。そうです、いい感じに。夜はすごい光る。わー、優しい。こちらオーディオはこれはロックボードなんで全部揃えてます。これはなぜロックボード。かっこいいから急ななんか幼稚園生ってかっこいいから。はいはい、すごい気に入ったメーカーブランドさんだったんで、そうなんですねはい、ロックボードなんでした。すごいですね。スピーカー何個ついてるんですか。スピーカー自体は16個、ごいアンプが3枚、あと3枚。キャパシターが1枚とバッテリー1こちらの車乗っていて良かったことってありますか。個。あまり乗ってる人がいないことですね。確かに生産台数もそんなに多いわけじゃないし、そうですね。ましてカスタムしてる人ってそこまで多いわけじゃないので、そうですよね、意外に。そうですね。じゃあ逆に苦労しているものって。まず、パーツが少ない。あー、そっか。生産台数が少ないので、パーツっていうのがすごい少ないので、一から作ることっていうのもすごいなるほど。で、苦労したところそうですはい、ね。ご職業って何されてますか。職業は自営業ですね。お、自営業。はい、自由業ですね。自由業ではこちらソアラ、何度もリメイクされてますし、はい12年と長い期間乗られてますが、はい今までの車体機なしではい。トータルカスタム費用はおいくらですか。リメイクをすごいいっぱいやったんで、ちょっと正直わからないところもあったり、はい、自分でやってることもあるそうので、ですね正直ちょっと概算なんですけど、そうですね。ちょっとわかんないですけど、1000万ぐらいだと思います。 1000万。はい。逆に私は安いって思っちゃいました。お店さんで出したりとかするとまだ全然そうですね、高いのかここまではい外装、前からしてるんで、もう何度もリメイクしてるのも知ってるし、外装だってそうですし、すごいあ、そうなんだ。でもやっぱ自分でやるっていうところは大きいですよね。そうですね、車、いじるのがまた好きなんで、そうですねはい、乗ることも好きなんですけど、なるほどはい、楽しんでやってます。いいですね。次リメイクする予定とかってありますか。近々やるのはボンネットをもう一度、はい、作り変えるすごい。リメイクをします。はい、具体的には内緒。いや、もう
ある程度作ってるんで、もう作ってるんですね。はい、あれなんですけど、近々ちょっとまた違う形で、なるほど。はい、またイベントに来れたらなと思います。こちらボディカラーってオールテンはい、色なんですけど、はいもともとオリジナル白にしてすごい長い期間乗ってたんですけど、今回スズキのスイフト、鈴木なんだ。はい、のシルバーを選びました。なぜシルバーにされたんですか？ボールペンってまあしょっちゅうするもんじゃないし、すごいお金もかかっちゃうので、やっぱりすごい悩んでやっちゃうんですけど、その時にすごいやっぱ高級車とか高級会社の色をこう選択しがちっていうか、ああ、確かに結構そうですね。イベント行っても多かったりするので、まあ、人と被らない街中で見た時にこの色は合うんじゃないかなって思った色を選んでなるほど。はい、それではなんか今日結構真面目なインタビュー、なんかもうちょっとさっきまでイエイエイしてたんですけど、ね、真面目なんで、はい、まあカメラ回るとちょっと緊張しちゃったみたいで、はい、緊張するんで、はいでも本当このカール素晴らしいんで、もはいうぜひ生で見てほしいなと思う一台です。ぜひイベントで見た時は声かけていただいたら嬉しいです。そうですね、今日は本当にありがとうございまはい、ありした。がとうございました。いいねと思ったら高評価よろしくお願いします。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、それではまたね。はい、バイバイ。見てこれ、高橋が表紙になったやつ。動画が静止画かと思って。おじいさん、ほら表紙になったやつだよ。何を見てかっこつけてる。この男ね、イベントの時にね、大体表紙のところをみんな飾るでしょ。飾る表紙だからって飾るでしょ。この男で自分アピールしてからああ、そういうこと。見て、ここマスキングで押さえてる。キリンもマスキングで押さえて常にこうなるように。なるほど、この女俺だね。いやいや、じゃあ車をそういうこと。車を何モテアピールってこと？親指寒い。親指寒い。これだけ親指寒かった。こう入って。急に音がして急に声ないんだ。動画か。これ汚ねえためかなっていうのにやばいやばい。大丈夫だよ。30冊ぐらい。超買そう、いっってたよね。ぱい買ってた。32冊だ。すごいですよね、表紙になってそんな買って全員表紙になってもうそうだ。表紙。押しとったサブちゃんだね、もうサブちゃんサブに回すの。メインで頼むよ。いつまでたっても最近取りに来てくれないからもう。トリクルで来ないから。くるくる詐欺。